車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は2024年式のハリアーに乗っています。まだちょっとねオドメーター100キロ、今乗ってきて150キロになったんですけれども、すごくね新しい車で、全部が全部ねサスペンションなんか馴染んでる状態じゃないと思うんですね。ちょっとそんな状態の車なんですけれども、ちょっと久々にハリアー乗れたので、このレビューをねしていきたいなと思います。今日乗って感じるところ、ハンドリング乗り心地、静粛性あたりかな。メインと違ってねちょっと厳しめになった感じなんですけれども、ちょっとねご了承ください。全然ねそんな悪い印象ないです。悪い印象ないんですけれども、メインよりはねちょっと細かく言っていこうかなと、話していこうかなと思うところです。じゃあねまずは乗り心地からいきますね。このハリアーね、まずお値段が300万円ちょっと、ガソリンの S で300万ちょっとでね今なっています。デビュー時は299万円で少し上がったんですけれども、そのお値段から対してねすごくいい乗り味を提供してくれています。ごめんなさい、乗り心地いいですね。でね、それがいいシーンというのが市街地とかでねいいです。高速道路に行っちゃうとちょっとプカプカっとするとこが出るのがねこのハリアーらしいところなんで、その辺はちょっとありますけれども、時速ね50キロから60キロあたりの乗り心地がねすごくいいです。よくねこの辺りのことを魔の領域なんてこう表現される方もいらっしゃいまして、あまり乗り心地的にねそこを狙うと他が悪くなったりとか、そこを良くするのが難しいと言われる領域です。でもねハリアーはその一番使うところのね乗り心地がいい。で今ね時速40キロぐらいですけれども、この辺りでもね結構重厚感ありますし、足がねサスペンションだけで衝撃を吸収している部分もねすごく大きい。この辺りねいいと思います。こうマニアックじゃなくてね、こう多くの方に評価されるような乗り心地っていうんですかね。優しくて重厚感があって、でポコポコポコっとこうねサスペンションが吸収しているような感触も伝わってくる。であれですね、乗り心地は80キロ100キロになってくるとちょっとね高速道路の追い引き目なんかでふわっていくところが出てくるといったぐらいでね、その辺も全然ね当たりが強いわけじゃないので、すごくいいかなと。すいません、ところどころ補足を入れていきます。ここでは乗り心地について、ハリアーのガソリンモデルは今までに数台乗ったことがありまして、その中で今回の車体はすごく印象が良かったです。足回りが滑らかでぴょこぴょこせずにゆったりしている。サスペンションが特別良いとかはないんですけれども、その分ね癖がない柔らかさで多くの方が上級者に期待するような乗り心地だと思いました。オドメーターがね100キロから150キロの間を走ったんですけれども、まだねすごく新車に近い状態、その状態でこの車体でいいよねって思うような乗り心地でした。でリアシートの乗り心地に関しても傾向は一緒でした。今回は短時間走行でしたので、短時間ですとねシート座面の柔らかさが良い方向に機能しています。またフロント左右シート間の隙間、ヘッドレストとヘッドレストの間ね、この隙間が大きいので開放感も高くて楽でした。でその代わりとくるのがロール感はちょっと強めで、これはインパネの傾きでも分かります。ドライバー次第で唐突な挙動を感じやすそうなタイプって言ったらいいのかな。自分もリアシート乗員に優しい運転ができたかはちょっと不安です。続きましてはハンドリング行ってみましょうか。ハンドリングはね、そうですね、普通に走っているとこの中央からね今止まってるので、中央から指2本ぐらい操作したところ、この辺かな、この辺までがちょっと緩い感じになっていて、穏やかなんですね。でその先でちょっとクッとね効き出すところがある。この辺が刺激とも言えますし、もうちょっとね煮詰めてくれた方がすごくいい車になるかもしれないとも思いますし、でもねこうスポーティークーペ風 SUV ですから、これ刺激と捉えればねとてもいい感じです。全然ね乗りにくいってほどではないです。敏感な人だったら気になるか、この辺ね切り方に癖が自分がもしかしたらあるかもしれないって言ったぐらいでね。でこの反力はね結構ね戻ってくる感じ強いかなと思う時があるんですね。でスポーツモードにするとここで上下で切り替えできるんですけれども、スポーツモードにするとねちょっとハンドルが重くなって反力も強くなって戻ってくる感じが強すぎかなと、手でちょっとね押さえながら戻さなきゃいけないかなというところも出てくる。で曲がっている感じから言いますと、結構ね最近のトヨタ車にしては前後が同じように柔らかいというのかな。
でもやっぱりねこう本当にシビアに見るとリアタイヤの方が柔らかいリアサスペンションの方が柔らかいかなって感じるところがあって、微妙にねこうリアの挙動のロールがちょっと遅れてクッと戻る時なんかがある。そこを気にされるぐらい出したらね、やっぱり SUV タイプだと難しくなってくるんでしょうかね。もう本当いつもじゃないです。たまにねちょっとリアの戻りがフロントと位相がずれるっていうのかな、それを感じる時もあったりするぐらいの感覚です。あとはねピリッとしてます。そのね切っていってこの先ですよね、このぐらいで切る量以上に切ったところでクッと動ったりなんかして結構ね、そういうキビッとした感じも味わえるんじゃないかな。で同じようにアクセルとねエンジンのスロットル制御に関する部分もちょっと踏んだ時にねブーッと出て、その先でこうクッと効くところなんかがあったりしてね、この辺りステアフィールと合わせたようにスポーティーな感覚を作ってきているハンドリングに関する部分の補足です。あって考えて思うのは、自分の回し方と相性がどうだろう的な部分。ハンドルってねこう回し始めと回し終わりはゆっくりで、その間は素早く回しちゃっても OK と、免許取り立ての頃ねこんな感じで練習していました。ドアを閉めるときとかね、重い荷物を移動して下ろすときとか、最後とかねゆっくりする、この辺はね分かりやすいですよね。それと一緒かなとかね思っています。でね、回し方の癖、この癖からクッと反応する領域が目立つかもしれないといった次第です。ずっと乗っているとね、ハリアーに合った回し方を自然にしてくると、自然にできるようになってくるなっていうのはね、それはそれで思います。もしくはそうですね、ダイレクトシフト CVT でよかったでしたっけ。ごめんなさい、ちょっとねダイハツの DCVT ってごちゃ混ぜになっちゃうところがありまして、とにかくねトヨタのシステムは発進側に1段ギアメカニカルのギアがあって、あとベルトタイプでね駆動する、変速していく CVT です。でこのギアで出るところが多分ねこうクッと一瞬出て、そこから CVT っぽくボーッと上げていくっていうのかな、一定回転数をキープするっていうのかな。でこれがそうですね、あんまり細かいこと言うとねこの辺りは気になるっちゃなる。でも自分あれですね、乗り初めてそれを味わった頃にはちょっと気になりましたけれども、動画でもね述べさせていただきましたけれども、今はねもうそう少なくても誰かが乗っていておしゃべりしていればもう全然気にならない程度です。であとね、そうこのハリアーね、今日の車ねブレーキがすごく扱いやすい。前ねそんなに動かないとか伸びにくい縮みにくいとかそういうのじゃなくて、すごくねふわっと動く上でブレーキもね扱いやすくてかなり印象いいですね。なんか喋るの夢中になっちゃっていてもいつの間にか止まったようなブレーキをねもう毎回 100% できちゃうような感じっていうのかな。これ止まりますよね。ブレーキちょっと緩めてなんて考える必要もない。今ちょっと食ってきちゃった意識するとダメかなでもねいい感じですね。であと、乗り心地、ハンドリング、ブレーキ、エンジンフィール、そうエンジンフィールね加速の時のね刺激が強いです。この M20A というトヨタのエンジン、ダイナミックフォースエンジンなんてね呼ばれますけれども、ポート噴射と直噴が組み合わされたようなエンジンで美味しいところ取り、結構ね、この仕組み自体は昔から前々からあったんですけれども、この M20A ではねそのあたりが大きくね言われるようになっていますね。でね、乗っていると直噴っぽいねカリカリカリキリキリキリとした音がねもう全然気にならないです。遮音性の問題というかね、アイドリング中外で聞いても気にならないですし、排ガスの問題とかね、ノックスガソリン薄くして直噴でねピンポイントで霧で吹いてギリギリ燃やすことで CO を減らすとか、そういうのもねあって、その上で高回転のパワーとか刺激がすごく強い、これねいいエンジンだと思ってるんですよね。今日ほんとね50キロぐらいしか乗れなくて、そのうちの大部分が市街地なので、今聞こえるかなエンジンの音はちょっとね荒っぽいまで言っていいのかな。高回転はね荒っぽい音も出すんですけれども、でもそれも刺激ですよね。
今ハイブリッドではなくてガソリン車あえて乗るような人が好むようなフィールとも言えます。でマニュアルモードもついてますね。ちょっと回転上げてみましょうか。せっかくだからね。今2速です。ごめんなさい。もうすごいねバスンとね衝撃無視するように姿勢にしてます。今度1速ちょっと入れますね。今度は1速にはさすがに穏やかにね時間を持ってあれするんですかね。ちょっと停止なんで軽く吹かしてみましょうか。ニュートラル入れますね。あれ意外と低回転もわっと上がってもわっと落ちますね。そう2000回転超えてからですね、このエンジンがこうレスポンスいいのね。でエンジンハリアーのガソリンモデルに搭載されるエンジンは M20AFKS 型4気筒のロングストロークタイプで、圧縮比も 13.0 と高めでありつつ高回転で個性を感じるエンジンです。ロングストロークで圧縮比高めで、でもね、最高出力の発生回転数が6600回転とかね、結構高回転型で、しかもね、乗ってその領域で個性を感じられるエンジンです。高回転でブワッと迫力を増して、力強さも音も振動も高まります。このノイズとか振動、すごいともうるさいとも感じられるレベルで、でもエンジンノイズが嫌いなユーザーってね、そんなに回転数上げないでしょうからね。そこまで考えられているなぁなんてね、思うところがあります。で、このエンジンはカタログスペック的にも高くて、最高出力は171馬力。今までだったら 2300cc とか 2500cc とか、そのレベルのね、数値です。で、このエンジンは 2000cc。あと、低回転時のね、CVT。ここに若干癖のある動きを見せますけれども、乗用域でも熱効率は高そうで、ハリアーと組み合わされた時の WLTC モード燃費は 15.4 キロになっています。そう、燃費。今日ね、このくらいで多分平均時速がね、どれぐらいかな。平均時速10キロぐらい。平均時速7キロですか。今日こういった渋滞の中を平均時速7キロで走ってきて、これ多分ね、車の下ろしたところからの燃費で、今ね、9.8 キロが出てますね。オドメーター152キロになって、平均速7キロで、今出てる燃費が 9.8 キロ。そうしましたら、ちょっと燃費について補足です。別の車両でね、2021年式ハリアーに乗った時の燃費で、これ、1時間45分、50キロ走って、燃費 14.5 キロでした。これは夜間の高速道路と幹線道路を2人のドライバーが半々で走った時の燃費です。条件はいいかなっていったところのね、そんな感じの燃費で 14.5 キロ。で、それ以外悪かった時で言うと、平日朝の混雑する時間、渋滞の中を走って、その時は7キロからね、8キロという燃費がずっと表示されていたぐらいの感覚でした。ということでね、すいません。あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。